こんにちは、週末です。この装置はトリマービットの刃先を指定のピッチ、指定の距離にコントロールして、このようなドミノチップを用いたドミノジョイントを行うための装置です。こんな風に加工して、使えるチップの厚みは6、8、10などビットを交換することで大体のドミノに対応することができます。今回はこのような 3D モデルであったり、制作に用いた図面などを用いながら制作の過程を紹介していこうかなと思います。というわけでまずはこのパーツから作っていきます。ルーターをマウンティングするための装置ですね。こういうやつです。これが結構いろんなパーツからできてるんですけども、この ABCD。まずはこの A。手元にあったアルミの 7mm のプレートを使いました。これから作っていきます。ここの加工はですね、このようなシャフトホルダーというシャフトを固定するためのものを埋め込むためのところです。ちょっとずれてるんですよね、これ。実際 0.5mm ぐらいずれてたんですけど、そんなに問題はないところです。で、次はこのパーツ。ここの真ん中で三角形が回ります。ここの寸法が結構大事です。結構シビアに作っています。他は適当ですね。この板の幅をぴったり 91mm にしようとしています。これはただの滑り止めです。サンドペーパー。ここにさっきのアルミがぴったりはまります。で、次はこの D です。これは簡単ですね。直角がそこそこ大事なので、ガラス常磐の上で作業してますけど、そこまで気にすることでもないかもしれません。次のパーツ。これはここから斜めに超ボルトを締め込んでトリマーを固定するためのパーツです。
れではパーツが用意できたので、こんな風に組み立てて接着していこうと思います。一応この工程がしっかりビスで締めれるように、順序をある程度考えながらやったので、参考にしてもらえたらいいかなと思います。それではカムを作っていきたいんですけども、これはロータリーエンジンなんかにも使われるルーローの三角形と呼ばれるもので、見ての通り三角形の3つの頂点を中心にした円が交わる部分に出来上がる図形です。これをカムとして使うときに非常に重要なのがこの14という寸法で、これは三角形が回転した時に生じる接点のズレであって、そのまま装置を動かす距離になります。どのように動くかというと、このような感じで動きます。なんとなくわかりますかね。このベージュの部分がトリマーの本体と一体になって動きます。この中心軸の距離からカムのセンターまでの距離、ビットのセンターまでの距離、それぞれ 120mm と同じであることで、カムが 14mm 動けば、ビットのセンターも 14mm 動くというわけです。そしてこの三角形のカムの特性上、1回転はビットの先端が3往復することになります。そしてこれをどのように計算するかなんですけども、結論から言えば、14mm の可動域を設けようとすれば、R を 90.5 で作図すれば、大体合うわけなんですけども、その計算式を一応ここにまとめております。興味があれば見ていただければいいかなと思います。もっと簡単に計算する方法もあるのかもしれないんですけどね。それでは作っていきます。
ここが 90.5mm になることが理想です。少し誤差があるんですけども、最終的にね、ちゃんとスムーズに回るように微調整をしていった感じです。これは先ほどのトリマーのマウンティング装置ですけども、このようなテープを貼ります。この部分にはカムとの摩擦が生まれるので、木があまり削れては困るので、このポリエチレン製の滑りを良くすることを目的としたテープを貼り付けています。一応この厚みも 0.25mm で計算には入れてます。滑らかに動くように調整しました。次に作るのは、先ほどの回転するものをいろいろ受け止めてくれるベースプレートですね。3D ではこんな感じになってます。ベアリングなどの回転をサポートするためのパーツをいろいろ仕込むので少し凹凸があります。それでは作っていきましょう。これはスラストベアリングというものです。今回初めて知って使うものなんで使い方間違ってるかもしれないんですけども、垂直の強い荷重に耐えながら、回転させる部分には適しているっぽいですね。こんな風に滑らかに回転します。それでは続いてジグ本体側にこのような寸法で加工を行っていきます。ラックギアとマイタートラックも仕込んでいきます。3D で見るとこういう感じです。この黒いのがラックギア。で、この青いのがマイタートラックですね。ベースプレート側にマイターバーを取り付けます。これで全ての加工が完了しました。これから組み付けを行っていきます。まずはこのトリマーマウントとこのベースを組み付けていこうかなと思います。組み付けに使用するパーツ類はこの辺にまとめていますので、興味があればご覧ください。3D で見ると、こういう感じです。わかるかな？こんな感じです。
これはシャフトを締めるときに縦方向に強い荷重をかけたかったんですよね。どうやったらいいか分かんなかったんで、こういうやり方をしたんです。この状態でこのシャフトホルダーで締め込みます。本当は下に入れてるワッシャーも滑るものがいいかなと思ったんですけども、もうそこまで探してられないんで普通のワッシャーを使ってます。ここがガタついたらおしまいなんで、かなり強い力で締め込んでるんですけども、スムーズに動いてくれてます。よかった。次は三角形のパーツを組み立てていきます。この三角形はこのように下に突き刺さるような形になっています。で、パーツ類はさっきと同じようにここにまとめているんですけども、この三角形の下にはピニオンギアが連動して動くようになっており、先ほど本体に埋め込んだラックギアと噛み合って動きます。1回転につき 30mm 直進するようになっています。そのようなギア比になっています。図面にはないんですけども、このような回し手を用意しました。これをここに締め込みます。さあ、すべて組み上がりましたので、実際に動かしてみます。